はい、トラブルが起きてしまいました。エンジンのパワーが全然出なくなって、ね、エンジンの異常のマークのランプもつきました。どうも、首尾です。右手首の骨折が治り、運転できるようになりました。普通に右手使える喜びを今全身で感じてます。今回ちょうどですね、新しくプロデュースさせてもらうキャンピングカーのベース車両の発表があり、撮影してきます。場所なんですけど、愛知県の愛知国際展示場です。ここ富山県から出発して、しばらくこの JIL520 で出張車中生活です。高速道路長距離走行しますので、この新しく導入したブリッドシートですね、こちらを試します。このブリッドシートはセミバケットシートと言われるジャンルで、このアームもあります。そしてここ盛り上がってまして、ももをホールドしてくれて、この腰ですね、ここもホールドしてくれます。なので横揺れがかなり軽減されました。街乗りは最高でした。高速道路はどうなんでしょうか。もう今から楽しみです。そしてもう一つ導入したこのエンジンの下に TDI チューニングを仕込みました。こちらなんですけど、この助手席を開けてこういった装置ですね、こちらを装着しています。この TDI チューニングはエンジンの出力をアップしてくれます。この車は3リッターディーゼルターボです。この TDI チューニングでブーストと燃長をコントロールしてエンジン出力をアップするようです。このカムロードの最高の出力は144馬力、こちらが189馬力にアップします。そしてトルクは300ニュートンから378ニュートン。本当なんでしょうか。エンジンをつけるとこのアプリで操作できます。1から7まで段階決めて、しばらく4で走行するようです。で、7の方がよりパワーが出るようです。で、1の方がエコです。燃費も良くなるそうなんで計測しています。今回の車中生活も車内で全て完結する予定です。車中飯もこちらで作ります。この辺 DIY しました。また後で紹介します。そしてトイレとシャワーも車内で浴びます。今回のプロデュースキャンピングカーの発表するイベントはフィールドスタイルというイベントで2日間あります。場所が愛知県中部国際空港の隣です。空港なので駐車場はかなり広いです。なので今回ジルをそちらに止めます。問題は高さ制限いけるか、あとは騒音ですよね。かなりうるさそうですが大丈夫でしょうか。今日は行けるところまで行って、日が暮れた途中のパーキングエリアかサービスエリアで車中泊します。それではまず燃料満タンにします。トリップメーターを0にセットしておきます。それでは安全運転で行ってきます。はい、高速道路入って10分ぐらい経ちました。で、合流も加速してしばらく80キロで走行してみた感想なんですけど、まずこの TDI チューニングですね。正直パワーアップしたかどうかは分かりません。なんか出だし軽くなったかなという気もします。ただこの辺は誤差の範囲かなと思います。このカムロード平地はですね3リッターのディーゼルターボということでかなりスイスイ走ってくれます。なのでもうちょっと先にある山の上りですね、そちらでもしかしたら効果が分かるかもしれません。あとは設定を一番パワーが出る7にも後で変えてみます。はい、トラブルが起きてしまいました。エンジンのパワーが全然出なくなって、ね、エンジンの異常のマークのランプもつきました。 TDI チューニングアプリでちょっと試してたところなんで、多分それが原因だと思います。ちょっと高速道路だったのでかなり怖かったです。ちょっともう外しておきます。これが TDI チューニングです。はい、今アクセラリー電源入れて通電させたんですけど、もうアプリもリンクしないですね。で TDI チューニングの電気も来ていません。はい、もう簡単に外れますんで、もう外しておきます。はい、これでこのカプラが外れました。はい、じゃあこの状態でエンジンかけてみます。あ、かかりました。はい、いけたと思ったんですけど、一応念のためにもう一回エンジン切ってつけると次かからなくなってしまいました。またエンジンランプもついちゃいました。この TDI チューニング本体外すだけじゃなくて全て一旦外した方がいいですね。はい、全て取れました。さあいけるでしょうか。あ、かかりました。エンジンの異常ランプも消えてます。いやー、気も冷やしました。エンジン消してからつけたりして何回か立ち上げましたけど、問題なくエンジンがつきました。いやーよかった。さあ気を取り直していきましょう。
はい、1時間ぐらい走行しました。このブリットのシートなんですけど、ホールド感半端ないです。なんかもう包み込まれてるような感じで、体の軸が全然ぶれません。背中から腰、お尻、そして太ももとぴったりと体にフィットしてます。そしてアームレストのおかげで手にかかる重さも全く感じず、なんかもう全然降りたくないです。このままずっと座っておきたい、そんな感覚です。これもう行けるとこまで行っちゃいましょう。結構距離進みました。もうここからですね、目的の中部国際空港まで2、30分というところです。もう行ってしまおうかと思ったんですけど、海の上走りますんで、明日朝日が昇ってから絶景を楽しみます。だいたい220キロぐらい高速道路を走ってきたんですけど、このブリッジシートめっちゃ良かったです。まず縦の衝撃ガタンガタンってなるときですね、こちらの衝撃かなり少なかったです。こう見てもらったら分かるんですけど、純正シートよりかなり分厚いです。それに加えてこのシートが長いんで、お尻だけじゃなくて太ももの裏ですね、こちら全面で衝撃を分散させます。なおかつですね、この背中腰の上も当たっていまして、このアームレストですね、ここも両手でこんな感じで置いてたんで、体重がこちらにも分散されています。いやー、知りませんでした。今までこの衝撃のショックですね、こちらはクッション性が大事と思ってたんですけど、この点ではなくて面で受けるのがすごい大事なんですね。すごい勉強になりました。そしてロールですね、コーナリング時、車が左右に傾く時の横 G っていうんですかね、体が倒れる感じなんですけど、これもかなり少なかったです。まずはこの足ですね、両方これ出っ張りありますんで、太ももが軽く触れて安定します。そして腰から上、上半身もこの出っ張りが出ますんで、左右当たってしっかりホールドされます。そして心配していた乗り降りのしにくさですね、ここ少し出っ張りありますんで、こう乗るとき当たって乗りにくいんじゃないかと思ってましたが、全然問題ありませんでした。そんなにこの出っ張りが高くないんで、乗り降りに支障はありませんでした。この乗り降りに関しては結構心配してたんですけど、これは嬉しい誤算でした。このシートは本当に値打ちあります。自分の体にぴったりでした。デカルシートも軽キャンピングカーにつけてるんですが、断然こっちの方が自分には合っていました。これからの長距離運転が楽しみです。オーブパーキングエリア初めて来たんですけど、すごい綺麗で新しいですね。トイレもめっちゃ綺麗でした。今回自分キャンピングカーの中にトイレありますんで、もう一番トイレから遠い一番端に止めました。それでは車中泊のセッティングしていきます。それではシャワー浴びてさっぱりします。はい、ガス警報器つけてガスのスイッチを押して、でボイラーの電源入れます。はい、これで間もなくお湯が出ます。このキャンピングカーは走行中のエンジンの熱でお湯作れるんですけど、そんなに熱くならないんですよね。なのでガス燃料のボイラーを使用し、熱々のシャワーを浴びます。シャワー浴びてる間にお米炊いておきます。今回はこの電気鍋に無洗米と16穀米、こちらを混ぜて炊きます。ちょっと斜めってるんで、このティッシュ敷いて平行にします。換気扇回していきます。これでシャワー上がったらご飯が食べれると思います。ここなんですけど、新たに DIY しました。前はここラップなど長尺物置いていました。こんな感じで調味料やトングやスプーンなど置いています。こちらは Amazon で売っていた小物を収納するラックです。これをこの有孔ボードに
ビス止めしています。そして走行中音がしないように、こういった黒いこれ発泡ウレタンというんですかね、こういうのをつけています。これでしっかりホールドされて音がしなくなりました。こういったトングなどはゴムで動かないようにしています。で、この上にキッチンペーパーと、で、ラップ類はこちらに移動しました。このデッドスペースですね。こちらを有効利用しました。この鉄の棒も Amazon で購入しました。こういったフックっていうんですかね、タオル掛けみたいなのを1、2、3個つけています。で、真ん中2つは木をこうやって当てることによって下に行って、この手前がちょっと上に上がってます。なのでこの前には行かないようになってます。で、こう上に押すとこんな感じで取れます。マルチルームは今トイレセッティングしてますんで、シャワー浴びれるようにします。一旦取り出します。この折りたたみ式ラップポンの収納場所なんですけど、とりあえず仮でこの段ボールを置いてここに入れています。ちょっと出し入れがめんどくさいんですけど、一旦これで様子見ます。さあ、これで広くなってシャワーが浴びれます。今回この椅子使ってみます。こんな感じで伸びます。特に防水性ではないんですけど、これもうプラスチックなんで問題ないと思います。はい、じゃあこれでセッティング OK です。いやー、さっぱりしました。はい、マルチルームは軽く拭いて今窓開けて乾燥させています。今回少しミスりました。この傾斜がですね、車こっちの方に傾いてます。なんで水がこう流れませんでした。少し溜まってます。ちょっと手で流しました。そしてこの椅子なんですけど、使ってみて感想は別になくてもいいなと思いました。キャンピングカーでのシャワーは短時間なので、もう立ってパパッと終わらせた方が早いなと思いました。それではもうしばらく乾燥させておきます。はい、ご飯の方はどうでしょうか。あ、炊けてますね。16個米入れたんで赤飯のように赤くなって美味しそうです。晩ご飯なんですけど、この 2way ホットプレートを使います。今回の旅は時短調理できるようにこの2つのフライパンですね、それで別々のものを作ります。このフライパンは結構火力が高いんで消費電力が高いんですよね。約 1000W ぐらい消費します。ただ今回ですね、サブバッテリーの残量が 942Ah とかなり余裕ありますんで、気にせずガンガン電気使っていきます。この牛ミンチを使ってステーキを作ります。そしてもう一つのフライパンでは目玉焼きとこのニンニクの芽炒めます。それではいただきます。ごちそうさまでした。それでは明日に備えてパパッと片付けます。残ったお米はラップに包んで明日またいただきます。
それではもう寝たいんですけど、明日のキャンピングカーの資料がメールで届いていたので、少しだけパソコンでまとめます。明日の準備もバッチリなんで寝ます。今日はリアベッドで眠ります。もうこんな感じで毛布と布団用意しています。こんな感じで広げるだけでもう寝床が完成です。布団ふかふかで気持ちいいです。すぐに眠れそうです。しかし今日は高速道路で本当に肝が冷えました。その後無事走行できて本当良かったです。 TDI チューニングの症状なんですけど、4で走行していて7に上げた時アプリの接続が切れて、しばらくするとエンジンの警告灯が表示されました。そして速度は失速、アクセル踏んでも加速せず40キロくらいまでほんの少しずつ下がってきました。そしてなんとか止めるところがあって止まりました。で一度エンジン切ってもう一度つけるとエンジンの警告灯は消えました。もう大丈夫と思って走行したら全然速度が出なくて、高速道路でも5、60キロしか出ませんでした。そしてすぐパーキングエリアがあったんで本当良かったです。ちょっと原因は自分ではわからないので、またメーカーさんに聞いてみます。おはようございます。騒音も気にならずにぐっすり眠れました。目の前池あったんですね。昨日の夜は真っ暗だったんで気づきませんでした。こんな感じで池の周りぐるっと散歩できる遊歩道があります。いやー気持ちいい朝です。このまま車内で朝食食べてから行こうかと思ったんですけど、空港の駐車場高さ制限クリアできるのかどうか不安なので、先に行ってから現地で朝ごはんいただきます。はい、それでは安全運転で再出発します。今日はあいにくの天気ですが、海の上走るので景色が楽しみです。はい、海が見えてきました。この橋を渡れば中部国際空港です。綺麗な海が見えてきました。ちょっとやっぱり曇ってますね。飛行機が飛んでるのが見えます。はい、こっち側の国際展示場行きがすごい混んでて、で空港行きの方は空いてます。空港行きの方行きます。はい、この辺の立体駐車場はね、全部絶対入れないんで屋外を探します。この P4 も屋外あったんですけど閉まってますね。ダメです。はい、ちょっとコンビニで停車して駐車場国際空港で聞きました。したら空いてる場所がありましたんでそちらを向かいます。ここですね。ありました。 2.5 メーターを超えておりますので、はい、大型車両扱いなんですけれども。そうですか。はい。よろしいですか。はい、大丈夫です。で、料金体系がちょっと違って1時間1000円になりますがよろしいですか。はい、わかりました。はい、じゃあ駐車券発行しますので、はい、お待ちください。はい。すぐまた右の方ですね。そちらにお止めください。はい。はい、無事駐車できました。高さ 2.5 メーターを超える車は普通車扱いではなくて、このもう大型車扱いになるそうです。なので料金も高めです。イベント会場の近くに大型車専用があったんですけど、そちらは安かったんですけど夜6時ぐらいしか止めれません。ここは24時間止めて OK なので料金高いですがこちらに止めました。で駐車場を管理しているところに電話してどこ止めていいか聞いたら、一応もう一般枠が埋まってたらこのマイクロバス大型車のところですね、こちらに止めてもいいということでした。多分夜中になったらみんな出ると思いますんで、もし着いたらまた移動します。向こうの方に管理棟が見えます。向こうが飛行機の滑走路ですね。でこちらは立体駐車場がたくさんあります。でも高さ制限が 2.1 メーター以下でした。
期待していた一番広い屋外の第4駐車場、そこ広大な駐車スペースあるんですけど、そこはなぜか閉まっていました。そこを開けてくれてたら一番いいんですけどね。で、道路向かい側に東横インがあります。ちょっと会場まで遠いんですけど止めれたんでよかったです。後で空港も探索します。とりあえず車内で朝ごはんいただきます。ツーウェイホットプレートなんでパパッと短時間で完成しました。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。今回時間がなかったんで全部お皿にラップ巻いていました。これでもう片付け完了です。あとツーウェイホットプレートですね。こちらはお水で洗います。はい、この汚水タンクが汚れてきたんでピューラックスこれで除菌しておきます。それでは時間になりましたんで会場向かいます。はい、空港内を入って向こうの国際展示場に行くようです。はい、こっち側の連絡通路を通って向こうの道路に行きます。で、反対側こっち側は空港で飛行機が見れるんですけど、もう時間ないんで今日は取材終わってから帰ってきてから飛行機堪能します。あそこですね。あそこは国際展示場で、その横が大型駐車場、キャンピングがいっぱい止まってます。明日はこちらに移動します。それでは行ってきます。また取材終わったら動画回します。トラビアにも着くかと思ったんですが LED で縦のラインとこの入り口面白いですね。はい、すっかり日が暮れました。現在5時ですね。お昼ご飯食べられなかったんで腹ペコです。夜の空港ってなかなか来ることないんでワクワクしますね。ちょっと空港内探索してみます。うわ、すごい。室内に飛行機があります。間近で見るとすごい大きいですね。スカイデッキというのがあるみたいなんでそこで飛行機見られるようです。うわー、すごい。飛行機いっぱいです。すごい迫力です。で、向こうの方に青いランプが地面にあるんですけど、あれが滑走路のようです。いやー、面白いですね。ずっと見ちゃいます。いろんな飛行機が間近で見れるんですごい珍しい場所ですね。飛行機の飛び立つ滑走路や着陸するところは
天気がないんであまりよく見えませんでした。昼も見てみたいですね。駐車場戻ってきました。結構まだいっぱい止まってますね。さあ、それでは車内でシャワーとご飯いただきます。この家帰らずにもう駐車場ですぐくつろげるのは最高です。先にノンアルコールビールだけ軽くいただきます。そういえば飛行機の音全然車内聞こえないです。というのも滑走路がですね結構離れていたんで、駐車場からキャンピングカーの中だからというわけではなくて、そもそも駐車場にあまり飛行機の音はしません。かなりの騒音を予想してたんで、これは意外でした。昨日シャワーで使ったタオルももう乾いてます。今日も先にシャワー浴びます。マルチルームももう完全に乾いています。今日はたくさんの人が同じ空間でいました。今風とかも入ってますんで、すぐにシャワー浴びれるのは嬉しいですね。それでは行ってきます。はい、さっぱりしました。お水なんですけど、2日間シャワー浴びて、その後洗い物などもして、ちょうど半分ぐらいですね。生活用水タンクは67リッター、このサードシートの下にあります。まだまだ大丈夫ですね。これで心置きなく洗い物もできます。それでは晩ご飯なんですけど、今日はこのインスタントラーメンの味噌ラーメンで鍋作ります。寒くなってきたんで鍋が食べたくなってきました。この電気鍋使います。キムチと豚肉がこの味噌ラーメンの鍋にめちゃくちゃ合うようなんでやってみます。はい、じゃあ熱々のままこっちで食べます。いただきます。ごちそうさまでした。汁が少しだけ余りました。この防臭袋に鶏用の凝固剤、こちら入れて汁固めます。はい、明日なんですけど、
午前中フィールドスタイルにまた行きます。気になっていたキャンピングカーの撮影とチャンネルのメンバーシップに入っていただいている方で、明日フィールドスタイルに来ている方にこのステッカーを渡します。ステッカーはお昼に渡す予定です。それが終わったらまた高速道路に乗って富山県まで帰ります。まだ寝るまで時間ありますんで、テレビでゲームして過ごします。あれ、一回テレビ画面ついてから消えてからつかなくなっちゃいました。なんかこのパワーのところが赤く点滅しています。リモコンがもう電池ないのかなと思って本体の電源を押してもつきません。まさかテレビが壊れるとは。これゲームなんですけど、骨折してる時リハビリも兼ねてよくやっていました。今日はもうおとなしく寝ろということなんでしょうか。それではもう歯磨きして眠ります。おはようございます。ぐっすり眠れました。もう昨日まぶた閉じたら一瞬で朝になった感じです。騒音も気にならずに熟睡できました。はい、それでは準備していきます。今7時半で、まもなく8時からフィールドスタイルの大型駐車場が開きます。で、そこに移動します。少しだけ時間ありますんで、コーヒー飲んで、もう超時短の朝食パパッといただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ちょうど8時になりましたね。向こうに移動します。はい、ここから7分と出ています。すぐですね。問題はここの駐車料金いくらかですね。普通自動車ではなくて大型料金です。ちょっと怖いですね。当院でも降りました。いくらでしょうか。料金は5000円です。5000です。ちょっと高くて痛かったですけど、もうしょうがないですね。バスとかと同じ料金です。とても立地のいいホテルだと思えば安いもんです。はい、ここですね。専用の臨時駐車場、1日1000円であります。はい、おはようございます。で駐車場代1000円になります。1000円お預かりします。で、今日19時に完全に施錠されますので、車の出庫できなくなりますので、19時、夜の7時までに車の方お願いします。わかりました。はい。だからこちら、向こうで。はい、わかります。はい。同じようにバックの方でお止めください。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい、駐車完了しました。すごい海の前でめちゃくちゃロケーションいいです。でもうすぐ横、こちらが会場です。ここで車中泊できたら一番いいんですけどね。でも夜7時で閉まるということなんで、ここは車中泊できません。はい、会場入りました。今日もたくさんの人です。取材終わってからまた後でお昼ぐらいにカメラ回します。はい、11時になったんで待ち合わせ場所に行ってきます。駐車場、キャンピングカー結構止まってますね。ただここ高さが 2.5 メーター以下なんで止められるキャンピングカーは限られています。こんにちは。はい、終わりました。それでは富山県へ戻ります。視聴者様にうなぎパイとこの揚げ塩っていうクッキーいただいたんで、これで栄養補給しながら帰ります。富山県の日本海側からこの愛知県の太平洋まで走行し、燃費も計測していたんですけど、肝心の TDI チューニング、燃費が良くなるチューニング、今回トラブルで使えなくなってしまいましたので、燃費計測の意味がなくなってしまいました。でもせっかくなんでもう一回富山県戻ってからこの往復の燃費ノーマルのこのジル520の燃費を計測してみます。
そしてこのブリッドシートですね、こちらも往復での使用感のレビューを富山県についてからお伝えします。さあ、安全運転で再出発します。もうこの乗った感じ、包まれていてすごいそれ心地いいです。長距離運転が楽しみになりました。はい、もうすぐ高速道路です。このフィールドスタイルの開催場所や中部国際空港セントレアはアクセス抜群ですね。行きは曇っててあまり見えなかったんですけど、今日は晴天なのでこの海の上を走行する橋がめちゃくちゃ綺麗です。はい、それではガソリン入れます。はい、走行距離491キロですね。燃費なんですけど、今回走行距離 491.3 キロで、燃料が 60.34 リッターディーゼル入りました。なんで計算すると1リッターあたり 8.14 キロ走ったことになります。もうちょっと伸びるかなと思ったんですけど、やっぱりキャンピングカー重いんでしょうがないですね。いすゞのエルフミオベースのキャンピングカー用シャーシ、今度自分がプロデュースするキャンピングカーなんですけど、そちらトラビオという名前になりました。でそのキャンピングカーの燃費がかなり良くて、しっかり検証しないといけないんですけど、リッターあたり10キロは超えそうです。こちらも楽しみです。現在3日間の車中生活が終わって、生活用水タンクなんですけど、もうほとんどなくなりました。でサブバッテリーの方は901アンペアとほぼ満タン9割ぐらいですね、あります。新たに DIY したこの調味料ラック、これすごい使いやすかったです。車内での調理がしやすくなりました。で調味料は長期間使わないときはケースに入れて持って帰って家で保管します。そしてこのリアベッドの下に収納したトイレ収納なんですけど、やっぱりちょっと毎回出し入れするのめんどくさいなと思いました。なのでこのマルチルーム内に収納したいですね。もしくはここくり抜いて奥に収納できるようなギミックがあれば一番使い勝手良さそうです。新しくプロデュースするキャンピングカーに導入できるか聞いてみます。今回の車中生活は視聴者さんに会えたり、新しいキャンピングカーとの出会いがあったり、嬉しいこともたくさんあったんですけど、トラブルが多かったです。まずはテレビですね。壊れちゃいました。こんなことあるんですね。もうこれは取り外して小型にするか、今だったらもう吊り下げてプロジェクターにするのもいいですね。そして何よりこの TDI チューニングですね。今思い出しても怖いです。高速道路で長いトンネルで一車線だったんで、道路上に停止していたらと思うとゾッとします。ちょうど緊急避難ができる場所があってよかったです。これ実は最初つけた時もトラブルで動かなかったんで、メーカーさんに送って直してもらったやつが来ました。それで今回のトラブルだったんで、もう使うのが怖くなりました。今回のこともメーカーさんにまた報告しておきます。そしてブリッドシートなんですけど、帰りも長距離乗ってみて新たに感じたことが、まずお尻のポジション直しが少なかったです。前のノーマルシートの時長距離乗ってると、この座ってる時にお尻ですね、ちょっと痛いというか違和感が出てくるんで、ちょっとお尻のポジションを微妙にずらしたりしていたんですけど、このブリッドシートはその必要がなかったです。お尻もほとんど痛くならずに今回の長距離運転ができました。そしてこのアームレスト両腕ですね、これが本当に高速道路は最高でした。自分の場合はちょうどハンドルを握りながらアームレストに両腕を置けたんで、すごい腕が楽でした。街乗りの場合は両方あるとこのステリング回しにくいんで、片方こっちが上げています。そして何よりですね、最初に感想を言ったんですけど、全体で支えてくれます。この足のももですね、ももの裏、これ肘がこの辺くるんで、本当にもう肘の裏あたりからももを切って、でお尻切って、で腰で肩ぐらいまでずっとフィットしてるんで、ガタンガタンという衝撃が和らいで、すごく運転が楽になりました。でデメリットですね、このカーテンが閉めにくくなりました。これ最初も言ったんですけど、やはり使いにくかったです。ここやっぱ当たってしまうんで、ちょっと時間かかるようになりました。普通の方はこういったカーテンしないと思うんで、全然問題ないことだと思います。であと気になるのが汚れとかですね。今回ちょっとまだ長期間じゃないんで全然汚れてないんですけど、また乗っていて気づいたことあればレビューします。そしてこのスウェードの生地ですね、これは冬は全然冷たくなかったんで快適でした。ただ夏はちょっと暑そうな感じもしました。この辺もまた体感してみます。ご視聴ありがとうございました。